はいこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は KZ メルガ 2DD モデルです。EDX ライトっぽいデザインだね。パッと見ね。でもフェイスプレートの中の金属パーツのデザインが違うんだよ。EDX ライトはロータスルート、レンコンだけど、メルガは車のホイールみたいにも見えるかな。デザインは EDX ライトにちょっと似てるけど、ドライバー構成はあのモデルに似てるのよね。後で触れるからちょっと伏せておこうか。そうだね。ところで、メルガのレビュー、遅くなったよね。どうしたの？最初に送ってもらったメルガのドライバーに不具合が生じて再送を待ってたんでね。いろいろレビューやってるとこういうことはたまにあるよ。後でまた触れるとしよう。価格は2000円台後半ってとこかしら。安いショップだと1000円台で販売してる。ありだとケーブルが選べるみたい。銀メッキケーブルの方がちょっとお高めのようだけど。これは安い方買って別途リケーブルした方がいいと思うよ。そうだね。パッケージ内容はいつもの通り、発売記念の数量限定キーホルダーがついてきてたので、それも一応撮影。外観はキャビティはブラックレジン製で、内部構造もデザインの一部に取り入れてるのは KZ のモデルの得意とするところよね。片側 4.4g と見た目通りの軽さ。サイズはちょっと小さめかな。音収録と視聴に使うイヤーチップは TRN ティップスにしました。バンドル品と特性も似ているし、バンドル品だとジャックさんの耳がかぶれちゃうからね。そうなんだよ。体質だからしょうがない。マイイヤーチップを重ねるとこんな感じ。装着感で選べばいいと思うけど、単ジジム、TAPB トレブル、ファイナルインあたりに特徴があるね。10キロ以上の伸びを気にするなら、セドナイヤーフィットの2種もいいかも。サウンドチェックは何と比較するのかな？ 2DD モデル限定でこの2モデルをピックアップしてみた。TRN MT4 Pro と CCA Duo。Duo がちょっと上の価格帯になるけどね。MT4 Pro が 10mm と 6mm を搭載。Duo が 7mm を2機搭載。Duo は低域以外でメルガに似た部分が多いので、今回は MT4 Pro と一緒に聞いてみる。音調整の基準はメルガ。ケーブルはナイス HCK リークスノーを使用。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。Not to be understood, but it's better good. You know I come from pain. Say I can't complain. It's on me. The past is long gone, and the future's unknown. You are telling me, you tell me. You are telling me, you tell me. You are telling me your time.
曇った感じしました？そうだな。3キロ手前から10キロ過ぎまでがメルガの方が出ていて、そのメルガを音調整の基準にしているから MT4 プロの明るさが不足しているように感じたかもね。実機ではどうなの？実機でも傾向は同じ印象だけど、低域の圧と中高域の厚みを感じるね。メルガとは目指している音質のゴールが違うよ。もうちょっと高域が抜けてくれるとなおいいかな。なるほどね。メルガはそつのないというか幅広いジャンルに対応しそうな質感だと思いました。実際そうだと思うよ。メルガのドライバーは 10mm と 8mm のダイナミックドライバー。CCA デュオとか KZ キャスターと同じ積み上げタイプ。8mm のドライバーに自信があるようだね。これ1機でも他社のダイナミックドライバーを凌駕するって。独自開発だからアピールしたいんだよ、きっと。そういえば最初に送ってもらったメルガに不具合があったんですよね。そうなんだよ。これが波形比較。なんか低域がすごく弱くてね。最近の KZ って低域を強調しないモデルが多いからこんなもんなのかななんて思ってたんだけど、これだとなんか変な音だった。おそらく低域側の 10mm のドライバーがちゃんと動作してなかったんだろうなと思って申告して再送してもらったってわけ。再送してもらったメルガはやっぱり低域がしっかり出ていたんですね。そう。だからメルガは低域をすごく抑えたモデルですなんてレビューをしなくてよかったよ。メルガの音はどうなの？もちろんバランス良くていい音だと思ったよ。じゃあメルガを聞いた印象言ってみようか。その前にこの波形比較を見てもらおうかな。へえ、メルガってキャスターに似てるんだ。そう。チューニングスイッチ付きのキャスターのスイッチ1100のセッティングにかなり似た波形になってるよね。知ってたんですか？いいや、全然。ただドライバー構成を見ていてもしかしたらと思ってね。だからメルガはキャスターのスイッチ1100のセッティングを切り出してスイッチをなくしたモデルなんていう捉え方もできるんじゃないかな。10キロ以上では違いも出てるけど、それ以外の帯域はおおむね同じだね。ただ波形は似ていても聞いた感じはどうなの？というわけでメルガ10機を聞いた印象につながるんだけど、キャスターのレビューではジャックさんこんなこと言ってたんだよね。バランスがいいんであんまり言いたいことがない。低域はブーストした方がいいかなとは思ったけど、中高域から小域の抜けの良さもあるし、空間も広く感じたし、細かいとこまで結構聞こえた。タム回しからフロアタムへ移動してきても粒と迫力が両立してた。もっと低域が欲しければキャスターベースバージョンを買えば OK。2000円台でこれだけなるなら迷わず買い。あとその時も1100セッティングが好みって言ってるね。なんかすっかり忘れてるけど、そうなんだね。メルガの印象もほぼ同じ。キャスターの1100セッティングと実機で聞き比べた感じではキャスターの方にほんの少し重みのようなものを感じた。メルガの方がほんの少し小域が目立つような印象。ここから上の違いを聞き取れているのかもしれない。でもこの辺りの出方を見ると言ってることが矛盾するんで、ボディの材質の違いとかなのかな。キャスターを持っていてもメルガはあった方がいいですか？いや、その場合はスルーでいいと思う。両方持っていなかった場合は価格もほとんど変わらないみたいだし、チューニングスイッチ付きのキャスターの方が有利な気がするね。デザインでメルガを選ぶっていうのはもちろんありだけど。同感です。キャスターはベースバージョンを含め改めていいと思ったけど、メルガのメリットは本体の軽さかな。キャスターの約半分の重さなので軽い本体がいいという人はメルガという選択もありだと思ったね。ということで KZ の 2DD モデルメルガのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。